それは太古の昔、海の彼方に沈んだとされる幻の大陸、アトランティス。古代ギリシャの偉大な哲学者、プラトンが語ったこの伝説は、2000年以上の時を超えて、今なお私たち人間の想像力をかき立て続けています。果たして、それは空想の産物だったのでしょうか。それとも、かつてこの地球上に存在した高度な文明都市だったのでしょうか。海の底に消えた古代都市の謎に、今日私たちは迫っていきましょう。こんにちは、がっちゃんです。ご視聴ありがとうございます。それでは早速本編に入りましょう。アトランティス。この言葉が歴史に深く刻まれたのは紀元前4世紀のことです。その詳細が記されているのは、プラトンが晩年に記したとされるティマイオスとクリティアス、二つの対話編に他なりません。プラトンの記述によれば、アトランティスは今からおよそ1万1000年以上前、つまり氷河期が終わる頃に存在したとされています。そこには信じられないほどに巨大で、そして高度な文明を誇る大陸だったと、豊かな自然の恩恵を受け、彼らは類まれなる技術と知恵を持っていました。巨大な建造物が立ち並び、都市は緻密に整備され、広大な農業地帯がその繁栄を支えていたのです。まさに地上に築かれた理想郷。しかし、この巨大な国家は、やがてその力を過信し傲慢になっていきます。神々の怒りを買い、その均衡は崩れ去ったのです。そしてある日突然、想像を絶するような大地震と大洪水によって一夜にして海の底へと消え去った。プラトンはそう記しているのです。プラトンが描いたアトランティスの都市は、その設計自体が驚くほど緻密でした。それはまるで同心円状に広がる巨大な曼荼羅のようだったと言います。都市の中心には海の神ポセイドンを祀る壮麗な神殿がそびえ立ち、その周囲を海水と陸地が交互に層をなし、まるで円を描くように重なっていました。そして宮殿、競技場、さらには巨大な船を建造するための造船所までがそれぞれ計画的に配置され、都市全体を潤すように運河が縦横無尽に張り巡らされていたのです。すべては緻密な設計のもとに築かれ、そこには無駄が一切ありませんでした。アトランティスはまさに豊かに繁栄した理想国家、秩序と調和が保たれ、人々は平和に暮らしていたとされます。プラトンが描いたこの理想都市は、その後の歴史において多くの思想家や建築家に影響を与えました。ルネサンス期の理想都市計画から現代に生きる私たちの都市計画にすら間接的に影響を与えていると言われるのです。では、果たしてアトランティスはこの地球上のどこに存在したのでしょうか。最も有力な説の一つがギリシャのエーゲ海に浮かぶサントリーニ島です。紀元前17世紀頃、この島では大規模な火山噴火が発生し、当時のミノア文明に壊滅的な被害を与えました。
その突然の崩壊がアトランティス伝説の元になったのではないかという仮説があります。しかし、それだけではありません。クレタ島、ジブラルタル海峡の向こう側にあるアゾレス諸島、さらには広大な大西洋のどこか、あるいは遥か南の南極大陸に存在したのではないかという壮大な仮説まで唱えられています。数々の研究者や冒険家たちがそれぞれの仮説を提唱し、その証拠を求めてきました。海底調査が行われ、古代の文献が紐解かれ、地球の歴史が遡られました。しかし、どの仮説も決定的な証拠を欠いており、その真相は依然として深淵なる海の底に隠されたままです。アトランティスはまるで我々人類を誘い込むかのように、その真の姿を堅くなに隠し続けているのです。アトランティスは単なる失われた都市の物語ではありません。それは私たち人類が追い求める理想郷という概念そのものの象徴でもあるのかもしれません。完璧な社会、完璧な世界、人類が常に夢見てきたユートピア。しかし、アトランティスの物語は、その輝かしい繁栄の果てに、必ず訪れるであろう崩壊を示唆しているかのようです。それは、傲慢さやおごりが、いかに大きな破滅を招くかを私たちに警告しているのかもしれません。アトランティスは古くから文学、映画、アニメ、ゲームなど様々な文化作品に大きな影響を与え続けてきました。現代のファンタジー作品に至るまで、その物語は形を変えながら脈々と語り継がれています。それは現代に生きる私たちにとって、まるで遠い記憶の奥底にある何かを呼び覚ます存在なのかもしれません。私たちは皆心のどこかで失われた輝かしい文明の存在を信じ、そしてその教訓を受け取ろうとしているのではないでしょうか。アトランティスは本当にこの地球上に存在したのでしょうか。あるいは私たちが文明の進歩と引き換えに大切な何かを失ってきたことへの静かな警告なのでしょうか。その謎は今も深い海の底で静かに眠っています。しかし、アトランティスの物語はこれからも世代を超えて語り継がれていくことでしょう。永遠の理想郷アトランティス。その真実はもしかしたら私たち自身の心の中にあるのかもしれません。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な歴史について解説をしていきたいと思いますので、少しでも面白いなと思ってくださった方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ガッチャンでした。